こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画の描き方や画材レビュー、そして猫の絵のメイキングをアップしています。さて、今回はマスキングについて使い方とか気をつけた方がいいポイントを解説してみようと思います。マスキングとは何も塗っていない紙の白を残したい部分をインクやテープで覆って残す、白抜きする技法のことです。今回、インクとテープ、どちらの使い方もお見せします。なんとなくマスキングってハードル高そうとか、使いにくいと思われがちなテクニックではあるんですけれども、マスキングをすることで安心して色を塗ることができますし、私もマスキングをするようになってから表現の幅の広がりを実感しているので、まだ試したことがないよっていう方もぜひチャレンジしてみてください。それでは行ってみましょう。そしたらマスキングインクの使い方から解説します。まず容器の蓋を開けまして、こういったプラスチックとかの使い捨ての容器にインクを少量出します。でね、蓋をしっかり閉めましょう。蓋開いたまま放置していると中身固まってしまいますので、しっかりと蓋をするようにしましょう。この容器は何かプリンとか、お豆腐が入っていたとか、カップの空き容器を使うといいかなと思います。なぜ使い捨ての容器に出すかというと、マスキングインクは時間が経つと固まるからです。使い終わった後すぐゴミ箱にポイできて便利なので、私はプラスチック容器を使っています。インクなので筆で塗っていくんですけれども、もうこの筆はマスキング用にするぞと決めた筆を使います。絵の具を塗る筆とは分けた方がいいと思います。石鹸水とかで洗うとだいたい汚れ取れるんですけれども、個人的な意見としてはマスキング用と絵の具を塗る用の筆は分けた方がトラブルが少ないと思います。白抜きしたい部分にインクを塗っていきましょう。そして指で触ってもついてこないぐらい完全に乾いてから絵の具を塗ります。絵の具が乾くのを待っている間にマスキングインクを塗った筆を洗いましょう。時間が経つほどインクのベタベタがこびりついて筆が傷んでしまうので、もうマスキングインク使わないなと思ったら早く筆を洗った方がいいです。このようにインク乾くとゴムのようになって筆にねべったりとついてしまいます。石鹸水で丁寧に洗ってあげましょう。完全に画面が乾いたらインクを剥がします。指で優しく取ってもいいですし、専用のラバークリーナーが売っているのでそれを使ってもいいです。とにかく優しく取り除くことが大切です。こんな感じでまず最初にマスキングインクの使い方をお見せしました。次にマスキングテープを使ってみます。テープの場合はインクのように使い捨て容器に出す必要がありませんし、より手軽かもしれません。白抜きしたい部分に貼ってから絵の具を塗り、完全に乾かしてテープを剥がすだけ。とってもシンプルです。幅広のマスキングシートもありまして、好きな形に切り抜いてマスキングすることができます。ここからはマスキングをするときに気をつけたいポイントについてお話しします。まず一つ目は厚みのある丈夫な水彩紙を使うことです。厚みがあって表面強度が高い紙を使わないとマスキングを剥がすときに紙が破れたり傷んでしまう恐れがあります。マスキングしたい水彩紙が大丈夫かどうか切れ端などで試してみることをお勧めします。ちなみに私が使っている紙はウォーターフォードホワイトです。他にもフォンテーヌやホワイトワトソンといった水彩紙がおすすめです。300g 毎平方メートルぐらいの厚みがあったら十分マスキングに耐えうる強度だと思います。そして2つ目は着彩の計画を立てることです。どの部分を白く残すか、あるいはどの段階でマスキングするか考えてから色を塗る必要が出てきます。私はあまりしたことがないのですが、色を塗った上からマスキングすることも紙によっては可能です。そして3つ目、マスキングした部分を長期間放置しないことです。絵の具が乾いていい頃合いだなと思ったらできるだけ早くマスキングを剥がしましょう。長期間放置しておくとマスキングが変色、劣化したりシミができる原因になってしまいます。インクでもテープでもマスキングには様々な種類のものがあります。インクの乾きの速さ、テープの貼りやすさ、剥がしやすさなど、あなたの書き方に合ったマスキングを探してみてください。今回はマスキングの使い方について解説しました。動画良かった、参考になったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。水彩技法を短くまとめて紹介するシリーズの動画は今回で最後になります。5分以内でそれぞれの技法がわかるようになっていますので、もし気になった方は再生リスト、過去の動画もぜひご覧になってみてください。ご視聴いただきありがとうございました。